皆さんこんにちは、ガジログです。今回は突然発表されましたね。ファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションということで、パッと見の印象、ファーウェイバンド8のパワーアップしたようなイメージになっています。一体どんなスペックになっているのかね。そのファーウェイバンド8、そしてこのモデルと非常に似ています。ファーウェイウォッチフィット2とどんな違いがあるのか、比較も含めてスペックの方を解説していきたいと思います。ということで、ファーウェイ公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。本日も行ってみましょう。というわけで、ファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションですね。スペシャルエディションっていう名前がついているからには、何か大きな特徴があるんじゃないかっていうことになります。まず最初の特徴はディスプレイに関するものです。鮮やかな大画面ディスプレイですね。まずこの CG 見ていただきますと、本当にもう見た感じ、ファーウェイバンド8じゃないかっていうぐらいにそっくりになっています。では一体サイズはどれぐらいでしょうか。高精細な 1.64 インチのアモレットディスプレイということです。画面占有率は 70%。そしてピクセルは縦は456、横は280となっていまして、PPI は326という数値になっています。ちなみにファーウェイバンド8になりますが、この縦がですね、368、横は194なんですね。PPI は282になっていますので、このファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションは非常に高精細なディスプレイだということが分かります。そして上位モデルのファーウェイウォッチフィット2になりますと、サイズが 1.74 インチになりまして、これよりもやっぱり一回り大きいんですね。そしてピクセル数は縦は480、横は336となっていまして、PPI は336なんですね。ということで PPI ではこのスペシャルエディションとファーウェイウォッチフィット2では大きな違いはありませんが、サイズがですねわずか 0.1 インチ大きくなっています。もうほぼね誤差みたいな感じになりますけど、並べてみると一回りねフィット2が大きいのかなっていう感じですね。次に出てきましたのは魅力的なデザインということで、パッと見の印象は本当にファーウェイバンド8そっくりと言わざるを得ません。そしてファーウェイバンドシリーズやファーウェイウォッチシリーズっていうのは文字盤ねめちゃくちゃたくさんありますね。1万種類以上用意されてますということです。そしてまた常時点灯機能を使った時 AOD ですね、アナログ時計のようにいつでも時間を確認できるということで、こんな感じですね。画面を消灯した時にも時刻と日付など分かるようなものが常時点灯モードとして用意されています。そしてここがね一つ違いが出てきました。進化した睡眠測定ということで、ファーウェイトゥルースリープ 3.0 が搭載されています。このトゥルースリープ 3.0 っていうのは睡眠モニタリングの精度が以前のモデルよりも 10% 向上し、誤認識が約 40% も減少しているというね、最新のその睡眠測定のシステムになっています。この機能は実はファーウェイバンド8には搭載されていまして、ファーウェイウォッチフィット2そのモデルにはトゥルースリープ 2.0 がそのフィット2には搭載されています。ということでこれね、最新のシステムがこのスペシャルエディションには搭載されてきました。3.0 になりますと、この画面上で深い睡眠や浅い睡眠やレム睡眠ですね、この辺の情報がディスプレイで見れるようになっています。 2.0 ではこのトータルの睡眠時間しかわからないようになっています。そして科学的な健康管理がありますが、ファーウェイトゥルーシン 5.0 が搭載されています。これはですね、ヘルスケア関連の例えば心拍数や血中酸素飽和度、ストレス測定とかですね、そのあたりの計測をしてくれるシステムになっています。この機能がスペシャルエディションにトゥルーシン 5.0 ということで搭載されてきました。ということでね、やっぱりこのあたりも最新のものが搭載されてきたということになります。そしてここが大きな違いになってきました。ファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションの中に GPS が内蔵されてきました。ということでね、もう見た目はファーウェイバンド8になりますけども、この中にね GPS がついたという風なイメージでもいいんじゃないかなと思いました。そしてワークアウトの種類は100種類以上ということで、多くの方がされているスポーツにほぼほぼ対応してるんじゃないかなと思います。そしてこのコミュニケーションより簡単に便利ということで、メッセージの通知や着信通知、クイック返信に対応してますよとありますね。スマートフォンに電話がかかってきた時に相手の電話番号や名前が出てくると、それをね着信が来たっていうことが分かるようになっています。ここでね通話することはできるわけではありません。この部分で実はファーウェイウォッチフィット2ではですね Bluetooth 通話に対応していまして、スマホから通知が来た時にウォッチ上でフィット2は通話をすることができると。
応答機能がついています。しかしながらこのスペシャルエディションと、そしてこの下のモデルのファーウェイバンド8は Bluetooth 通話の機能はついていません。ここも大きな違いになっています。そしてその他の便利機能は他のモデルと同様に搭載されています。そしてバッテリーの駆動時間についても違いはあります。このスペシャルエディションは通常使用であれば9日間となっていますね。AOD が有効の場合は最大で3日間となっています。ちなみにファーウェイバンド8になりますと通常使用で14日間なんですね。AOD を使った場合は同様の最大で3日間となっています。そして Fit2 になりますと最大で10日間となっています。AOD を使った場合は7日間となっています。ですのでこのデザインの似たこの3社で見た時にはバッテリー駆動の面ではこのスペシャルエディションが一番持たないということになりますね。ただ9日間ね出ていますのでおおよそ1週間ぐらいは普通に使っても持つのかなという気はします。もちろん GPS を対応される方はもっとねバッテリーの減りは早いかもしれません。ということでね、ちょっとざっとまとめてみますと、こちらのファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションの目立った特徴としましては、まず画面が 1.64 インチの大画面アモレットディスプレイということで、ファーウェイバンド8よりは一回り大きく、フィット2よりは一回り小さいということですね。そしてなんといってもね、GPS が搭載されたということですね。このファーウェイバンド8のデザインの中に GPS がついたと思っていただいてもいいのではないでしょうか。そして睡眠測定が高精度なものになりまして、トゥルースリープ 3.0 になったということです。そしてバッテリー持ちがね、9日間というほどになります。ということで、だいたいファーウェイバンド8以上、ファーウェイウォッチフィット2以下という感じの中間のモデルになってきました。実はファーウェイ公式サイトのオンラインストアの価格は 14,080 円となっています。今キャンペーン価格で 12,080 円で購入できますよと出ていますね。では Amazon の方では実際どれぐらいで販売されるのでしょうか。今ねページを変えましたが同じ価格ですね。12,800 円となっています。ちなみに色はこのスターディーブラックとそしてネビュラピンクまたフォレストグリーンということでやっぱりねこの辺もファーウェイバンド8とほぼほぼ同様のカラーリングという感じですね。はい。ということで、今回ファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションというね、突如発表されました、まるでファーウェイバンド8のようなデザインのファーウェイウォッチシリーズというね、ネーミングで覚えにくいっていう部分もありますけども、わかりやすく言えば、ファーウェイバンド8に GPS が積まれたのかなという感じになっています。こういったモデルを欲しいなと思っていた方にとっては待望のモデルではないでしょうか。価格はファーウェイバンド8の実売よりもお値段倍ぐらいしてしまいますけども、でもね、GPS を搭載しているということで、この付け心地や操作性、サイドボタンもついていますので、こういったものを願っていた方にとっては紛れもなくこのモデル買いじゃないかなと思います。ということで気になった方は概要欄にリンク貼ってありますので、そちらの方から詳細をご覧ください。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。